Japan。本日のテーマは、なぜ外国人は〇〇するの？なぜ最初に会った人にハグするの？女は許せるけども男は許さない。時間を守らない。遅刻じゃないですよ。その日来ないとか。日本人から見ると外国人の行動には不思議がいっぱい。そこで大アンケートを敢行。海外で暮らす人を含め日本人200人の大疑問を解明します。なぜ平日のランチにお酒を飲むの？ In Italy, especially in my hometown, we have like wine breaks in the morning. Why would you morning? 何にでもアイロンをかけるって本当？ Cow's more soft when you iron them. Yes. You should try. マジっすか？日本人の疑問は解明されるのか？クールジャパンスタートです。さあ始まりましたクールジャパン。今日は大好評シリーズ第2弾ってことですね。はい、そうなんです。今日は日本人が外国人に抱く疑問を解明する外国人への大疑問。なぜ外国人は〇〇するの？です。外国人の皆さんが日本人の行動に疑問を持つよ。我々も身近に接した外国人の方に疑問を持つというわけですもんね。もっとはっきり言うと不可解だな。さあ、日本人が抱く外国人への大疑問。まずは日本人のサラリーマンから出た大疑問です。外国人と仕事をするビジネスマンはどんな疑問を感じているのか。海外との仕事も多いという精密機器メーカーでアンケートに協力してもらいました。まず出てきたのは時間に関する疑問。大体アポの時間から遅れます。でそこの傾向は、国っていうのも気候の違いで南の方に行くと顕著になります。だからスタート時間よりも30分1時間遅れるっていうのが結構あります。アズスーンナズパシフィックとメールに書いてあるんですけど、さほど急いでない。これアメリカ人なんですけどね。なんでそう書かれると徹夜で資料を出したりするんですけど、あんまり急いでないみたいなと。でもちょっとその最後のものが一生懸命対応したら長期休暇になってアウトオブオフィスみたいな、あんまり急いでなかったんだなと。こちらもアメリカ人への疑問。ハグしたりしますよね。あれがそういうのがちょっと日本人は慣れないので、皆さんどのレベルから握手からハグに進むのかなとかちょっと嫌だなって思う相手だったりしたら、はい、もうどうするのかなとにかくそのアメリカ人の体感温度が自分と違うなって思うことが結構あってとにかく夏はその室内の温度の設定が低すぎて、それ何度かちょっとよくわからないですけど本当に寒いです。またミスした時の対応にも違いがあるようです。再発防止とか多分日本だと考えて次回はこういうことが起きないようにうんぬんみたいなことがオフィスだと多いような気がするんですけど、そこまでギシギシ追求しないというか、分かってるんだろうからもう言わないよみたいななんか雰囲気があるような気がします。逆に追求されるのも多分嫌がるというか。ビジネスにもいろいろなカルチャーギャップがあるんですね。海外で暮らす日本人にも聞いた結果、今回はこんな疑問に注目。なぜ外国人は謝らないの？皆さんそんな経験があるのか、新橋でサラリーマンに聞きました。外国人は遅刻しても謝らない？謝らないですね。理由は説明するかもしれないけど謝らないですよ。では仕事でミスをしても謝らない？日本人はすいませんが入るけど、アメリカ人はお願いがあるんだけどって入ってくるんです。やっぱり立場をどう強くするかっていうところをそう考えてますね、彼らはね。一方こんな意見も。あんまり言わないけど本当に悪いというさ、パーソナルな関係の間ではごめんなさいって言う。そう、パーソナルは言うけども、会社のオフィシャルなところではごめんなさいは言わなかった。なるべく言わないようにしている。日本人が謝りすぎなんじゃないですかね。ではこんな質問。日本人は謝りすぎだと思いますか？自虐的なところ
得みたいな。確かに。なぜ日本人は謝るんでしょうか。形が大事だよね、日本の人っていうのはね。謙虚さを示すね。みんなそうですよね。自分は悪くなくても相手に迷惑をかけちゃった時とかっていうのはやっぱり日本人はそういうところにも気がつくんで謝るんですよ多分。そういう意味ではやっぱり日本人のその相手のことを思いやって相手がどう思ったかまで踏み込んでその上で謝れるっていうのは美徳だと思います。スタジオの皆さんどう思いますか。VTR 見てたらスタジオうるさいことうるさいことなんでミスをしても謝らないのかというのを言っておりましたですけど、当てはまる、私の国も基本的にはミスをしても謝らないと、原則ベーシカリーにはそうだということは出る。ベーシカリー we don't apologize。 アメリカ、フィリピン、中国、イタリア、ブラジル、フランス謝る。If you do like some like a real mistake, yes, I mean probably it's different. You say real mistake. It depends what you call a mistake. That's probably what's the difference. So usually we're saying sorry, but if there's a question of legal responsibility, そうか。we should hold back and not say. さあそれでは外国の皆さんはどんな場面だったら謝るのかいくつか例を挙げて聞いてみましょう。まずはこちら。バスが遅れて待ち合わせに遅刻した。皆さんの国では謝りますか？謝る人は丸を、謝らない人は×を挙げてください。意外にも謝らないのはフィリピンと中国だけ。中国謝らない。It was the bus. The bus. それはフィリピンも同じなんね。Because traffic is really bad in Manila right now, so. そうか、一時謝ってる場合じゃないと。Yes. あれイギリスロンドンとか中部いつも遅れても誰も謝らないよ。Yeah, I don't go from London, so it's okay. 本当かなみんな。じゃあ、be honest よ。さっき本当 Yeah, we do. So sorry, but like we don't really mean it. But you know, it depends as well. It depends on how late you are also. そうか、5分だったら謝らないのか。 No, yeah, of course. Good question だね。ちょっと待って。5分遅れてもう謝る。おい、来たね。いい質問だね。グッドクエスチョンだね。OK。待ってね。10 minutes if you late. なるほど。10分ぐらいが大体になってくるわけか。Even maybe 5 minutes if it's like a friend waiting outside in the cold, maybe yes as well. そっか、でもカフェとかだったら。Cafe, even 15 minutes, maybe you don't apologize. じゃあ最後にそれ罰だよ、君は。続いてのお題。自分のせいで取引に失敗した。同じチームの人に謝りますか？どうぞ。おっと来た。来たな。You never apologize. Well, I apologize, but most Americans, I think, it's very unfortunate, but we blame other people or we make excuses. We say it wasn't my fault. He's the governor. It wasn't me. It was this other guy. He blew it. Or we say, 人のせいにするんだ。yeah, we blame others. 例えばこの番組の収録の時間が例えば1時から3時に変わりました。でみんなに伝えといてくださいねって言ったのにそれを忘れてしまった。でピーターなんでお前が連絡しなかったからだって言ったらピーターなんて言うのIt's not my fault. It's I don't know what happened. I thought I sent an email. Did you not get my email? I sent it, I swear. Wait. Hold on. I don't lie. I'm a good guy. But I think in general that's our instinct. それは嘘ついてまで謝る。Of course, I think many people would make up a lie. In my country, aggressive like these people get aggressive back, and then we end up in a fight. Well, I'm not in France. なるほど。でイタリアも謝んない。Very, very dangerous because if you open the door of the apologizing, like everybody will, put you inside and just, beat you up. So, like, just try to find an external cause that cannot be tracked down. Usually people do like that. Or, it happens, It's very hard to apologize because we don't want to show our weak points. Yeah. Our weakness is to a society. Is something very dangerous because It will be your fault in Japan it's okay to apologize. People will understand you, but I think in my country if you apologize, you are weak and you have punishment on that. なるほど。で中国も謝んない。Apologizing in China is considered to be losing face, a face losing. And you know how
important. We Chinese cherish the face thing. So we don't. First of all, we don't want to lose face in front of colleagues. なるほど。そうか。ということは皆さんはだから小さい頃から子供の親に悪いことをしたらちゃんと謝るんですよっていうふうには教わってきたわけ。教わってきたのね。But talking about in business field, why you? Because if you say sorry, it's like you are also forcing the other person to say it's okay. So there's that as well. なるほど。I think in Italy, like the relationship with your family and when you are, with the acquaintances or like people in your circle of trust is something. So in that case, you feel like with the friend. But in the society, when you go to school or even worse, when you go to work, like work is like sharks eating each other's. So it's never anybody is responsible for what they do. They just try to, take over other people. So it's really like fighting each other. So the moment you start saying sorry, you are the victim. Okay, got it. I guess that's when we've been witnessing our parents and friends how to save their face, and then we learn how important to have the face. And when we know once we lose it, it's very difficult to get it back. 日本人は謝りすぎだと思いますか？ Yes. Japanese people do apologize too much. Yes or no? Yes or no? 日本人は謝りすぎ。なるほど。I think so, especially when I work for a Japanese company. Sometimes my colleagues just seem to apologize in order to end the conversation. They want to avoid a question. So there are lots of opportunities to question something, but they just let it go. They just say sorry or something. 申し訳ない。 Yeah. Sorry. And even when I observe my son, he goes to local school, he says すみません a lot. なるほど。トモスも日本人 too much ですか？ We do say a lot of sorry and not really mean it. Some people. But I find in Japan's case, it's more automatic. Like it's like the de facto standard response. Like when you're writing a mail to someone, can you do this for me, please? 申し訳ございません. Instead of saying thank you for your help or something like that, it's more automatic. I find. For me, Japan is not an aggressive country because they do apologize in a sincere way. Because in my country, lots of people begin yelling at each other and fighting because of misunderstanding. And if someone would be like saying sorry in a kind way, straight away, looking like they're sorry, probably would not, like everything would be diffused. And I think in Japan, it's much more peaceful to live in because of that. なるほど。さあそれでは今回はいつもとは逆に日本人の小上さんと荒俣さんが外国人の主張に納得したか聞いてみたいと思います。よろしいですか？頑張ってくださいね。謝らない外国人はクールですか？それともノットクールですか？どうぞ。難しい。こっちかな。本当に自分が悪い時にビジネスにおいてですよ、これどう考えても自分が悪いんだからっていう時はやっぱ謝っとかないと次に進まねえんじゃねえかっていう気が僕なんかはしますからね。じゃあ続いて荒俣さん。はい。なんかね、よくあるんですよ。確かに海外に行くと、特になんかトラブルがあると向こうは絶対謝らない。ホテルでミスがあっても客のせいになるっていうんで、もう何度喧嘩したか。でもね、全然改善しないわけですよね。それを体験してるうちにだんだん可愛くなってきました。この人たち逆に大変だと思うからこの私は悪くないってやってるので、なんか気の毒だなっていうのも含めて一番、賢い方法ではないかと思います。わかりました。なんか大人の意見ですね。外国人への大疑問。続いてはなぜランチタイムにお酒を飲むの？確かに海外では昼間から飲んでいる姿を見かけますよね。でも仕事中に飲むなんてことあるんでしょうか？そこで外資系企業が多いオフィス街で見たことがあるか聞いてみました。こちらの方は日本で欧米の人たちとランチミーティングをした時に、ヨーロッパの5カ国ぐらいの人ですね。フランス、ベルギー、スウェーデン、あとイギリス。別に仕事中ビールの何が悪いのって普通じゃんみたいな感じで終わってました。コミュニケーションの一環みたいな感じでした。彼らに言ったのは日本人と一緒に午後から仕事する場合にはランチにビールっていうのはやめといた方がいいよと、リレーションが崩れるからという話をしました。フランスとかスイスですと昼ご飯なんか徹底的に飲まされちゃったりとかしますよね。ロンドンのシティなんかじゃ情報交換はビール飲みながらですから、ですからかなり日常的に飲酒はしてますよね。
こちらの方もフランスで目撃。通常のレストランとかで日本人としてはやっぱ仕事があるのに飲むっていうのはちょっとないと思う。やっぱ仕事に対する心構えっていうんですか。そこで外国人がランチに来る店でウォッチング。定点カメラを設置してお酒を注文する外国人が何人いるのか調べてみました。レジ脇にはビールが控えています。検証スタート。まずは男女2人。タコスやブリトーのお店ですが、注文したのは2人ともサラダ。ヘルシーですね。あら？女性は飲み物を頼まず席を探しています。男性も飲み物なし。お水を持って席に着いてしまいました。こちらの女性はなんだか雲行きが怪しくなってきましたが、一人の女性が冷蔵庫へ。残念、炭酸飲料でした。この後も2日にわたって検証。しかしアルコールを頼んだ外国人はゼロ。ランチタイムにお酒を飲むと聞いたのですが、 I think in the UK, a glass of wine, maybe at lunchtime, maybe with a client, may have been be appropriate. Probably culturally not acceptable to have an alcoholic beverage at lunch. Living in France before, and it's not uncommon for people in France to have usually wine with lunch. In Japan for 8 years, and in Japan we don't usually do that. It depends on how much you drink, I guess. You expect it to be back. Once you're back in the office, you expect to function properly. 仕事中のお酒、スタジオの皆さん、いかがですか？すごいですね。なんかみんなもう日本化してるんですよね。そうですよね。私の国では平日のランチタイムにお酒を飲みます。I drink the alcohol. 脳がフィリピンとアメリカだけ。イタリアとかも当然飲む。It's part of the meal. 中国も飲むんだ。For business meeting or business lunch. 昼は飲むんだ。なるほど。イギリスは当然ビール飲むと。Yes, kind of like the pub is the center of our culture, I guess. So if you do want to go there, quick drink and then continue. Kind of like なるほど。さあ、それ飲まないのか？アメリカ飲まない。Strictly prohibited. You cannot drink during lunch, and I think it would be very much frowned upon by your coworkers. Maybe possibly you'd be fired. Those days in the past where you have like a man in a suit drinking whiskey saying, "Good deal, Johnson." Those are gone. Those are finished. でもさ、アメリカとかはいっぱい飲んだぐらいでも顔に出ないでしょ？ Well, I mean, I don't think it matters the content. Like, even if you only had one beer, if you smell it, if there's any evidence that you've been drinking, someone thinks you have a problem. Like you're an alcoholic even almost. Yeah. If it's a corporate job, definitely no. And I think once you start drinking in the Philippines, you probably won't go back to your job. So. フィリピンは許してくれそうな感じするのにな。I guess people would not go back to work after that. They would just keep on drinking and say, "Oh, I feel bad," and then. 仕事にならないですね。その平日のランチタイムにビジネスの間にお酒を飲むのは、これはつまり目的としては何？飲みたいから飲むの。For us, it's really a question of etiquette. And I mean, if you do a good meal, there's different type of wine goes with different type of dish. And to know the knowledge you have about the wine and the dish together is a part of our culture. So if you don't do it, actually, it's kind of bad. In Italy, especially in my hometown, we have like wine breaks in the morning. Wine breaks in the morning? Yeah, you can drink from 10 a.m. But
Italy, in North Italy, we produce a lot of wine, and it's just good for a break. It's like having a coffee, or you go, 15 minutes, you go to the bar, and you talk with the bartender, oh, can I have one? Yeah, and talk, and you go back. No problem at all, because you can control it. It's kind of, I guess, to relate to the American hug. Like, if you don't drink at lunchtime and you're in a pub, it's a bit strange. Why did you come to the pub in the first place? So it shows that it's kind of a bit more of a test. Are you more comfortable with your environment and with the person you're talking to the point that you can control your own drinking? So it's a bit more of an informal show of. はい、ちなみに日本人に、ノンアルコールビールなら飲むか聞いてみました。こちらの VTR をご覧ください。ノンアルコールビールとかどうですか？ないですね。日本人同士でわざわざノンアルコール飲むっていう意味もあまりないので、だからこう響きしないかな。ビールとかを飲んでるって勘違いされるのが嫌だなっていうのと、なんかランチにノンアルコールビール選択してまでお酒飲みたいのかって思われそうなのがちょっと嫌です。はい。まあそうか。ね、ちなみに15人の日本人に聞いてみたら、15人全員がノンアルコールビールでも飲まないというふうに言ってました。はい、この結果どうですか？I think Japanese, if they would like to have a beer in a lunch, other people, they will be seen by other people, so they wouldn't choose a beer because of others. なるほどね。じゃあなんで日本人はこの仕事中にお昼にお酒を飲まないんだと思いますか？ Japanese tend to be risk averse, so they would worry that they might say something wrong if they drink something. So those two reasons. なるほど。I think it goes together also with not eating properly or not like really enjoying. I mean, I see like sometimes the lunches of people who are working are miserable, like at the desk, and so it's just like not taking time or effort to enjoy for yourself, but just for the work. So like having a drink, like alcoholic drink, is a luxury that they cannot show off. I thought it was like, I guess I always thought of it as in America, it's like a reward. Like you did it, we're done. So after work, you can have a beer, you can relax. So I feel like Japanese people are similar in that way. They wait until everything's finished, then they can have their beer. 確かにね、日本人は昼からビール飲むとね、もう仕事しなくていいやっていうかね、もう今日おしまいっていう気持ちになるんだよね。はい、それでは小上さんと荒俣さんが外国人の主張に納得したかを聞いてみましょう。なるほど。ランチタイムにお酒を飲む外国人はクールですか？それともノットクールでしょうか？どうぞ。はい、自信を持って。だって羨ましいじゃないか。もうこれね、堂々と飲めてなおかつ自己管理ができる人が多いんですよ。イギリスなんかで見ててもパブなんかで話をしても、平然とギャグなどを言いながら話せるわけですよね。で一方ダメだよってのは大体飲みすぎる人たちです。ああ、そっか。コントロール効かないから日本もそうでやめなさいっていう。堂々と飲んでる、昼飲んでる、すごいよこれ。この人間、そういう意味でクールですね。さあ続いては番外編です。こんなことに注目してみました。どうぞ。ネットで噂の外国人のライフスタイルを検証。まずはこんな噂を発見。下着にアイロンをかける？果たして本当なのか。ブラジルのハファエレさんのお宅を訪問。下着だけでなくあらゆるものにアイロンをかけるといいます。早速見せてもらいました。まず取り出したのはジーンズ？ Japanese also iron jeans, no? Really? Why? なぜジーンズにアイロン？ So it becomes a little bit comfortable to dress. For example, now it's a little bit soft. 続いては枕カバー。そしてタオル？ Yes. So this one I use actually in the bathroom. ついに下着が登場。セクシーじゃないか。本当にかけるんだ。ブラジルの人はみんなそうするんですか？ Pants, yes. No, pants is something like this. You cannot miss to iron this. 下着のシワを気にする必要があるんですか？ But the main point is not to, because it get wrinkled, that bacteria can be killed.
especially of these clothes. Before you dress, you have to iron. 下着はもちろん靴下やタオルも熱で殺菌したいそうです。アイロンかけたての服に着替えたハファエレさん。I feel so good after iron, so I think also Japanese people should try. この番組12年に入ろうとするのにこんなに驚くことがあるんだね。履く前が一番いいとおっしゃいましたね。ということは毎日でも毎日 Possibly, yeah. If you have time, it's highly recommended to kill the germs and bacteria before you wear. マジっすか？ラファエと同じように下着まで私の国も基本的にはアイロンをかけます。ほー、まあまあいるんだね。マジかね。フランス、フィリピン、イタリア、イギリス。Everybody, でもbasically ね、regularly. Yeah, but not everybody does it. Generational thing. Yes, my It's a mother does generational it. thing. Generation. So like maybe people over 30, 35 would probably will iron, but younger. ということはアイロンをかける目的が日本人はシワ取りなんだけど、皆さんにとってはシワ取りじゃなくてアイロンをかける目的が殺菌だっていう人。フィリピンとブラジルなんだ。やっぱりヒューミッド&ホットカントリーなんだ。My mom does, but she does not for bacteria. She does because she likes to have things nicely folded. But towels, it's much softer afterwards, and it folds perfectly. Otherwise, it's always very big. It makes it smaller and. でもさ、タオルやるとさ、ふわふわしたね、ふわふわ感がね、なくなるでしょうがね。No, it becomes more soft when you iron that. Yes. You should try. Babies, I iron everything for my babies because it's softer. でもさ、こんなにアイロンが靴下にかけてタオルにかけてパンツ履くたびにしてたら時間かかるでしょうがね。In Brazil, it's not all the time mom. Like we have my father. We can iron our own things, and we also have a housekeeper. お手伝いさん。Yeah. フィリピンも一緒。セーマーズフィリピン。Yes. ハウスキーパー。Yes. でもハウスキーパーさんに自分のパンツまでだよ。下着まで見せてやってもらうのはさ。恥ずかしくない。 No, it's just a piece of cloth. そういうハウスキーパーさんがいるのは割と普通なの。金持ちだけじゃなくて普通の家庭でも大体いる。Usually you have like. Usually. Yeah. In Italy, they go from one family to another, maybe like 2 hours in a family, 2 hours in another one. Part-time, right? だからできるんですよね。誰かにアイロンしてもらったらね、全部やってもらいたいですよね。ちなみに洗濯物を乾かすとき、日光に当てるよりアイロン乾燥の方が殺菌効果が高いそうです。ネットで噂の外国人のライフスタイルを検証。続いてはこんな噂。洗剤で洗った食器をすすがない？噂を検証するため訪ねたのは日本に来て4年目のイギリスのトーマスさんのお宅。食事が終わったところでイギリス式の食器の洗い方を見ていると、ボウルに洗剤を入れてSo when you want to do the washing up, you put the plug into the outlets, fill up the sink with water, and then add soap, and then you can wash. But in Japan, because there's a hole that cannot be plugged, I use a bowl or a big vessel. まずコップから洗って、この洗い方を見たのはマキコさんも初めて。初めてな。 Welcome to the UK way of cleaning. Really? Not really. 続いて油のついたお皿。拭かないでそのままなの。だって油がついてるんじゃない？こちらも泡がついたまま揚げて、布巾で拭いて終わりのようです。どうして洗剤を流さないのでしょうか？
my parents or my grandmother would maybe, she may not shout at me, but say, that's not quite right or something like that. You kind of like learn your way of doing the washing up. Is also like a problem. So in a city, the water comes from some reservoir which has been placed there. So I don't know the quality of the water. Also worries me. マキコさんはちょっと泡がまだ消えてないなというのが気になりますね。ちょっと水だけでこうすすぎたいなって、はい、正直思いました。ちなみにマキコさんの前ではいつも日本流で洗っているそうです。この同じ方法がの人、このイギリスウェイと同じ。ニュージーランドもそうなんだ。Well, I think one point is that we want to save water. So just having water running into the sink and then going straight out seems so wasteful to us. But I think now in New Zealand, most families have dishwashers, so this issue is not like a big issue anymore. あ、そっか。でもイギリスが水はわかるけど、ニュージーランドなんて水山ほどあるんじゃないの？綺麗だしね。Well, no, I mean like we always sort of think about protecting the environment and not wasting stuff. So あれでもこう付近の方にこうバクテリアがたくさん増えてアイロンかけたきにないんだよ。そういう気持ちになんないの？あれ。Actually, like the cloth we use for drying, it's actually much bigger than the one I use in Japan. So usually it's this kind of size, and we don't use the same one every day. That would be a little bit troublesome. So yeah, we do try to keep the cloth that we use relatively clean for drying. なるほどね。ちなみに日本の洗剤メーカーによりますと、体に害のある成分は入っていないので、安全上問題はないそうなんです。お腹は壊さないってこと？そういうことなんですね。大丈夫。さあ続いてはこの番組のスタッフから長年抱いてきた外国人への大疑問があるんです。こちらをご覧ください。外国人への大疑問。なぜテレビに出るのに短パン B さんなの？これまで番組で何度か話題になったこの疑問。外国人男性の中にはテレビに出るのに短パン B さんというラフな格好の人がいます。不思議ですよね。なぜですかこれ？ここでビーチじゃない。テレビに出るんだよ。Yeah, but the TV is just like the top half of your body, right? いや下までと今一つ理由がわかりません。そこでこんにちは。ご本人のお宅を訪問。日本人と外国人ではよそ行きの格好が違うのか調査します。まずはクローゼットを拝見。吊るされた服の半分は T シャツ。残りは襟付きのシャツが多いようですが、あれ？スーツはないんですかThat's a jacket that I would wear if it needed to be formal. アーロンさん、スーツは持っていないそうです。では、普段はどんな格好をしているの？ TPO に沿って見せてもらいます。まずは、近所でのお買い物。パーカーにジーンズで裸足。薄着ですね。Just kind of sandals in summer, even in winter. As long as it's not too cold, people tend to wear sandals whenever they can. 続いて、大学で英語講師をするアーロンさん。出勤の時はThis is a regular work day. 下はスラックスですが、シャツはインせず、ネクタイもなしです。寒い時はセーターを上に。ジャケットは着ないそうです。Yeah, I think the men wear like a suit, but without a jacket, tend to wear a tie. More than what the person wears, it's how they do their job and how they teach. That's most important. アーロンさんにとって最もフォーマルな格好がこちら。これはどんな時の服装ですか？ Job interview. 面接なのにジャケットはなしですか？ It's not the real me. I want to show them the real me. So when I'm usually working, I probably wouldn't wear a jacket anyway. 最後は結婚式。
婚式にジーンズ？ Well, you know, these are high quality, pretty expensive jeans, so we don't pay so much attention to whether it's winter. Oh, it's summer, I should be wearing this. We don't really pay attention to that kind of thing as much as Japanese people. We have a chance to express our individuality and to wear things that we like, so something like this would be appropriate. スタジオの皆さん、よそ行きの格好ってどんなものか教えてください。あ、でも今日はちゃんとあれだね。Well, you know, when I first appeared on the show, I was very nervous and I didn't know what the protocol was, so I asked the staff member, and she said, just be casual. So that's casual for me, right? I think amongst the Western countries, New Zealand tends to be the most casual. Australia. Yeah, New Zealand, Australia. でも女の人はおしゃれするでしょ？ I would have to say no. You just want to dress how you feel comfortable, and people will judge you based on your personality, your attitude, and not on your clothes. なるほどね。じゃあ皆さんの国でテレビに出るのに短パンとビーチサンダルっていうのはある？クールジャパンだったらこういうショー。 Isn't it okay? It's okay? Yeah, why not? I respect. Yeah, I understand. So I respect. Yes. じゃあなんでしないの？ Why don't you wear the half pants and the beach sandal? Him, not on me. But I respect. It's personal, I think. Yeah. I mean, if you feel good in what you're wearing, I mean, that's you. That's it. じゃああれは皆さんの国のドレスコードに比べて日本のドレスコードは厳しいと思いますか？それとも厳しい？ Yes. Oh, so I would say an example. It's so strict that, like, if you go to climb a mountain, you have a dress code for that. I see Japanese to climbing a mountain not on firmly. Like, they put all the equipment and they go like it's professional. I think America's definitely changing. Used to be super strict. Now it's becoming very loose with this generation. So gone are the jackets and neckties. Even law firms now don't require it. But in Japan, I've been called out for wearing the wrong color tie, or I've had the wrong shoes for this occasion. You didn't bring your indoor shoes. That's a big no-no. There's a lot of rules. I think it's completely different concept because in Japan you have the items. If you are okay with the items, it's check. In Italy, it's not about what really piece of clothes you have, but if it's clean, is you look smart. You can choose by yourself, but it needs to look good and clean and ironed probably. So that's the impression you get from that is important. なるほど。じゃあ皆さんはこのクールジャパンに出てる時に自分の国から来てるわけだからこの国を一応は代表っていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけどそれなりにこの自分の国にマイナスな感じの服は着ない方がいいんじゃねえかなっていう発想はあるのかないのか。 Yes, we have a lot. Very much. You have, yeah, not only the country, but family, and I don't want to be looked at as what is he wearing? Shaming, my. My mom sometimes tells me you should wear better clothes. Those clothes that I wore that day, they were representative of New Zealanders and Australians. はい、それでは鴻上さんと荒俣さんが外国人の主張に納得したかを聞いてみましょう。はい、テレビに出るのに短パン B さんの外国人はクールですか？それともノットクールですか？どうぞ。そうだね。でもねどっちでもいいねこれじゃないですか。この話はぶっちゃけてどっちでもいいです。なぜかノットクールじゃないかと思っていたのが出せるからよかった。あね。これだから最近はもうフリーになろうがドレスコードをきっちり決めようが皆さんも言ってたように自分を表現したいという一言で、どうにでもなる楽な世の中になっているということですからでも見た感じですよね。短パンっていうのはねちょっと勇気がありすぎるっていう感じですなるほど。さあ今日は外国人への大疑問を解明してまいりました。鴻上さんはいかがですか？いやびっくりしましたアイロンは本当にびっくりしましたね。これは昔のおばあちゃんとかね母親みんなそうでした全部おっしゃってたように全部やってましたよ昔は。本当ですか。やっぱりあれ非常に合理的ですね。はい皆さんありがとうございました。それでは次回のクールジャパンをお楽しみに。バイバイ。